こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は絶海の孤島にある沖縄最東端の島、北大東島の旅を徹底紹介いたします。クレーンでの上陸ばかりが有名になりがちな北大東島ですが、送迎付きのはしご酒グルメや人が新開拓してまだ120年程度なのにほとんど誰も知らない廃墟など素晴らしい数々の体験をできる島だと分かりました。まさにこの島も一生に一度は行くべき島です。最後まで見ればその理由が分かります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。沖縄本島から東へ約360キロ離れた大東ブルーと言われる琥珀の海に囲まれた南大東島と北大東島。那覇から飛行機で約1時間、沖縄最東端に位置する北大東島。1903年の開拓からほどなくして開始した林耕採掘やサトウキビの栽培などで育まれたフロンティアスピリットを今もなお継承し続け、明るく前向きなエネルギーに満ちた北大東島は人口約600人弱、南大東島との距離は約 8km、 他の大陸とつながったことがないため希少な固有種が多く、大自然の宝庫、他ではなかなか見られない植物や動物、ユニークな地形や景勝に加えて新鮮な海の幸や豊かな土壌で育った農作物なども至高のグルメをもたらしています。雄大な自然と豊かな生命力を感じられる場所です。北大東島へは飛行機は JAL 系の琉球エアコミューターで那覇空港から約1時間、フェリーだと沖縄本島泊港から約14時間かかり、人や荷物はクレーンで吊り下げて乗せる乗船作業もあります。約8キロ離れた2つの島は日本一短い定期便フライトを体験できます。 JAL 沖縄離島ホームページもチェックしてみてください。北大東島の旅の前に行った南大東島の旅は別動画で絶賛公開中です。大ヒット中です。ありがとう南大東島。また来るけどな、明日。一旦日本最短の路線。左あれ、手や琉球コミュ団体、陸地に通し、一斉に停電ビル。初めに大東島の代表的な方言、ハットバルにご挨拶させていただきました。皆様、今日も琉球エアコミューターをご利用くださいまして、ありがとうございます。北大東空港までの飛行時間は5分を予定しております。たった5分。短い。さあ、まずは日本最短のフライトを8倍速でご覧くださいませ。お楽しみいただけましたでしょうか。ここまで飛行機に乗っても疲れないこと初めていやー、長いフライトでしたね。超ロングフライトを終えて北大東空港に到着しました。いやー、はるばる来ました。南大東空港からはるばるやってまいりました。北大東空港。乗り継ぎ那覇空港まででした。お隣の便お願いいたします。まっすぐは北大東空港になります。ここもちっちゃいですね。また荷物受け取るのを待つんですね。荷物にもこんなんがついてる。嬉しいですね。これレンタカーですか。かっこいいな。行きます。船って今来てるんですか。昨日帰っちゃいました。昨日帰っちゃったんですか。ああ、マジっすか。残念ですね。なんと船は帰っちゃったそうです。南大東の方の船の動画お楽しみに。最高の芝並みになりそうな車ですね。
昭和やな。すごい、もうラジオしかない。クレーンが見れなくて残念だけど、島らしくてワクワクしますね。はい、ここは沖縄最東端の日。へえ、あ、そうなんや。あ、沖縄ね、日本じゃなくて沖縄の最東端がここにあるということですね。素晴らしいですね。なんか玉みたいのがある。永久日時計、永久に、そうか、日時計でこれで時間のね指し示してくれるということですね。どう見たらいいんやこれ。まあ日が当たってないんで。あ、そういうこと。ちょうど影になってるんか。どこが永久やねんみたいな。そう、時により永久。まあ永久は永久やけど見えない時もあるっていうことですね。そんな時に来てしまった。悔しい。見たかったな。そしてその左側ですね、なんと南大東島で海軍坊っていうね、こう天然のプールがあるんですけど、もうそれと似たような感じの沖縄海。いや、そのまんまやんみたいな沖縄の海です。いや、でもいいですね。もう美しい。ちょっとね暑いんで入りたいなと思います。すごい波。その波も綺麗。沖縄海めっちゃ整備されてて、トイレはあるなと思って、まあトイレがあるだけでもありがたいんですけど、なんとトイレだけじゃなくて、これ見えるんかな、なんとシャワーまで用意されてます。そして石鹸まである。これは安心して泳げますね。この先に低潮線保全区域がありますと。許可が必要になる行為は海底の掘削または切り土、土砂の採取、施設または工作物の新設または改築、低潮線保全区域における海底の形質に影響を及ぼす恐れのある行為。削ろうと思ったけど削ったらダメなんですね。排他的経済水域が減ってしまうと、削ると。なるほど、この削った分その水域が短くなっちゃうということですね。この陸から何メートルみたいな感じで決められてるんですね。おお、綺麗。これはすごい。結構波すごいな。これだんだん満ちてる。なんか来た時の方が良かった気が。さあ波が強いですけど、うわ入ってみます。おお、おい。おお、これだけ波が強くてね、これだけ透き通って見えるのは本当にこの海が綺麗なんだなと思います。これ最高な状態の時に泳いだらすごいでしょうね。魚もねしっかりいますし、ここを安全に楽しめるっていうのは最高ですね。いや、それにしてもね、この泳いでる日は11月の30日ですよ。もう絶対本州であれば泳げないですよね。それをこうやって泳げる、結構運がいいと思うんですけど、いやすごいことですよこれは。普通だったらね、さすがにタッパーとかウェットスーツ着ないと泳げないと思うんですけど、今年は運が良かったですね。いやー最高っすね。こんな素晴らしい安全なプール、安全じゃないようでめっちゃ安全なんですけど、誰もいません。半端ないっすね。最高。いやいや、どんどん潮が満ちてきて流されてるやんけ。でもね、岩の中に作られてるプールなんで安心です。うわーこれ絵になる。いや、スプラッシュマウンテンとかもいいかもしれないですけど、こっち無料ですよ。無料でスプラッシュマウンテン以上の迫力が。うわーうわー虹がすごい。ここすごいな。バゴーンだもん。バゴーン。これいいね。お金かけてね、スプラッシュマウンテンね作って高いお金払ってスプラッシュマウンテン行くのもいいかもしれないですけど、どうですか。無料です。申し訳ございません。今なら無料とかじゃないですよ。ずっと無料です。しかもシャワー付き。
ありがとうございます。こだまり。おお、ほんまこだわりの。空港着いてね、1時間とかね、なんかこう移動してみたいな観光スポット多いですけど、空港着いて5分です。5分かかんないですよ。それでいきなりこんな大自然味わえる。これリアルですからね。映像だけでおおマジかよ、めっちゃ撮れ高やこれ嘘じゃないですか。リアルマジなんかいつもよりすごいの来てる。うわよっしー、こんな天然の遊び半端ないっすね。でもくれぐれもね気をつけてくださいよ。調子に乗ったらダメです。安全な場所でお願いします。ここもなんか温泉みたいな感じやな。天然の温泉みたいになってる。わあ、温泉みたいや。ああ、気持ちいい。ランプの宿で入った温泉みたいやな。ああ、気持ちいい。うわあこれはすごい。やばい。いや、まさに天然のプールですね。こんな温泉ないっすよ。うわこれめっちゃいいな、ほんまに。来た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 よ。なんかでかいの来たよ。うわいやー、贅沢やな。贅沢すぎる。南大東島からはるばる5分のフライトで来た甲斐があった。さすがにね、お湯じゃないんで。湯じゃない。冷てえ。でもありがてえ。いや、ほんまありがたい。なんかあったかくなってきた。まさか。でもまた冷たくなってきて。人間すごいわ。我々のね、先輩方に感謝です。旅は私たちのね、先輩方の偉業を学ばせてくれるんですね。まさに旅はそのや。あ、めっちゃお湯やん、これ。ちょうどいいぐらいの、なんか40度ぐらいのお湯が。もしかして先輩方が誰もが心地いい温度に設定してくれてるんかな。いやー、北大東島着いていきなりインパクトのあることが起こりましたが、次のスポット行ってみましょう。南大東が見えますね。ちょっと港を発見したので、港に立ち寄ってみたいと思います。これ港ですね。本当はね、今日船が来てフェリーと積み下ろし見れるはずやったんすけどね、見れませんでしたね。釣りしてますね。ここも夕日がいいんかな。ここが夕日がいいポイントです。なんか言ってましたよね、港がどうのこうの。でも僕がね、フェリーがなくてもちゃんと YouTube の撮れ高あって魅力的なんだということを証明してみせますからね。すぐね、こう北大東島行くって言ったら、あ、クレーンで上陸するとこやろみたいなね言いますけど、それだけじゃないですからね。また謎の場所に来ましたね。ここは何なんや。船があります。あって船を上げて置いとくんですね。なんかこれ多分青ヶ島とかでも言ってたけど、その船をその海の上に置いてたら、要は波が強すぎてそのダメになっちゃうから上げて保管しとくみたいな聞いたことありますね。多分そうだと思います。
夕日を見に行く前に宿のチェックインを済ませたいと思います。とりあえずチェックインしようと思います。じゃあチェックインしに来ましたが、これですね、旧館、新館、別館、はい、で朝食でね、夕食800円、安いな。僕はねちょっと飲みに行きたいんで夕食はなしにしましたけど、バーベキューセットとかあるじゃないですか。以前ね、この北大東島は林鉱山で結構こう生計を立てたみたいな島なんですけど、それはもう今やってないと、その後ですね、北大東林鉱山遺跡っていう名前になってますね。夕日が美しい。また雲も出てきてる。さっきまでなかったのに、あれはあれでなんかいいですけどね。神のそうそう、神の光。林鉱山の遺跡がそこにあって、すぐそこにもう港ですね、港がありまして、素晴らしい夕日が見えてるじゃないですか。あそこにクレーンがあるから、あそこに到着するんですね。じゃあここは結構釣れるんですか？お、釣れたんですか？切られたんですか？大物やったんかな。釣れてるシーン撮りたいな。お、釣れてる。釣れてるぞ。おお、釣れてる。今日のご飯釣れた。おめでとうございます。おめでとうございます。今日の食事ゲット。自給自足、憧れますね。やっぱ究極は自給自足ですよ。どんだけ円安になろうが、日本円の価値が下がろうがね、僕たちは貧乏になろうが、自給自足最高っす。目がいいっすね。ウミガメいる？でっかいのがいるんですか？そんなに1メートル級のカメがいる。それ以上のビッグウミガメがいたとの情報が。まだまだ僕たちは知られざる世界があるんですね。来ました来ました来ました。あ、来ました。潜られた。あさっきからさださん切られてばっかり。なんかバケモンがいるんか。はい、ちょっと宿見ていきたいと思うんですけど、こうシャワーとねトイレの場所もあって、僕はね、別館借りました。一番新しいところなんですかね。別館1号室というところを借りました。あ、もしかして引っ張る型？おお、引っ張ったらつくタイプ。いい感じですね。ちゃんと布団もあってテレビもあります。そして冷蔵庫もありますね。十分です。島らしくていい感じで、ちゃんとエアコンもありますし、物干しロープもあってクローゼットもあります。洗濯もできますね。この旧館が登録有形文化財に登録されているということですね。ここ含め全部ですね。
はい、それでは飲み歩きスタートしたいと思います。今5時48分です。で、今からちょっと歩いてね、20分ぐらい先に浜郵送宿もやってて、宿はそちらの方が多分有名なんですけど、今回満室で取れなかったんですが、食事だけ行ってみたいと思います。食事もね結構、有名なようですね。で、浜郵送で大東寿司食べたいと思います。南大東のね大東寿司と北大東の大東寿司どう違うのか、それを検証していきたいと思います。そしてそこから、何軒かはしごできたらなと思ってます。もう今晩だけなんでね、もういきなりラストナイトなんで。お、少年が走ってる。おじょ、無視されました。南大東に比べてなんかすごい静かな気がするな。なんかその飲み屋街みたいなのもない感じですよね。ポツ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 と多分店があるんだろうなと。でしかもそこがやってるかやってないかもわからんみたいな。船に乗ってるのを見たからもしかしたら休みかもしれんみたいな話とか、そんなんあります？ここが商店になってますね。ちょっとだけ見てみよう。でも最悪別に自販機もあるんか。ここは多分あれかな、浅沼商店とかこんな感じの結構広々とした商店になってますね。いや、先ほどのね商店なんか音楽かかってたり陳列が綺麗だったりとか、すごいなんか島っぽくなかったですね。ちょっとこう一回東京に出た人が戻ってきて知恵をこう入れたみたいな、そんな印象でしたね。まあまあ歩きます。今日は何軒か行きたいんで、もう結構泳ぎましたからね今日は。激しい波に。なんか郵便局もありますね。ちょっと暗いですけど、北大東郵便局。郵便局がほんとどこの島行ってもありますね。だから島旅好きな人で現金下ろすの忘れがちな人はやっぱ郵便局の銀行にお金入れた方がいいかもですね。僕も結構離島行きますけど、往復書猫大東にゃんこいるじゃないですか。見えてる？こっちおいで。これ映ってんのかな。大東にゃんこ。逃げた。目の前に見えてる光は灯台の光、遠方にある灯台の光、そしてそのずっと前になんか街灯っぽいのありますけど、近くには全く街灯ありません。今日はたまたま月の光がね結構強めなんで、まだこう何もなしでも歩けますけど、これ新月の時だったらかなり何も見えないと思うんで、ちょっと誰かに送っていただいたりとか気をつけた方がいいですね。街灯に集まる虫を食べるコウモリがね、大東コウモリっていうでかいコウモリがいましたが、で、来た見えるかな。おー映ったんかなどこあれぶら下がってんの。あそこ。はい。でこの目が光るんですよ。この光に合わせて僕の。これか。はい。ほんと。あれですね。今こうやると目が光ってんのがわかるんじゃないですか。なかなかピントが合わん近づいてきましたね、浜井です。これでもし売り切れですとか満席ですとか、そんなことは。でも部屋は満室ですからね。いや、ここまですごい施設を建てるのはすごいですね。なんとか都市事業。国のお金が入ってる。みんな止まらないと損ですね。綺麗やな。しかもなんかちょっとデザイナーズマンションみたいな。このマップで言うとこの辺からね、この辺からずーっと歩いてここですね、浜井郵送まで来ました。
落ち合ってるんかもわからへんけど、あ、大浴場とか書いてる。レストラン居酒屋浜湯。あそこや。これほんとすごいですね。これ満室ってすごいな。ここが満室やったんですか今回。あ、やってまいりました。でかい。でかい。ここは大丈夫そうやな。やってまいりました浜郵送。来たー、やっぱこれからですね。とりあえずこれですな。最高やな。いっぱい泳いだし、いっぱい歩いたし、いっぱい釣り見たしな。うわ、うまそう。大東寿司テカテカやな。輝いてる。はい、それでは寿司いただきます。なんかね、僕めっちゃ歩いてきたんですけど、送迎してくれるみたいです。あらかじめ電話して迎えに来てくれって言ったら迎えに来てくれるらしいです。めっちゃいいですね。しかも送って行ってくれるらしいんで、それ利用した方がいいです。わざわざ歩く必要なかったです。というわけでいただきます。輝いてます。ここは本当にね、極めて普通の寿司に近いですね。ネタが新鮮な感じ。なんか南大東島で食べたやつは結構こう全部のまとまりがすごい良かったですけど、ここは限りなく寿司に近づけたみたいな、こんな感じです。いろいろアプローチが違って面白いですね。美味しい。ビールに合う。送迎してくれる、ありがたい。歩かなくていい。マルコは何回目ですか？いや、初めてです。今日初めて北大東来たんで。ああ、来て、はい、なんでまたマルコになったんですか？いや、もう全部行きたいなと思ってこれはたどり着かんわ。この道であると思わんでしょ。ああ、閉まっとるわ。おー、閉まってる。これね、ここね。じゃあトロッコなんてこと。はい、トロッコお願いします、悔しい。いや、もう歩いてきたんで、送迎があるって知らずにもうこれ帰りも歩いたらもう明日歩けなかったっすね。釣りとかダイビングとかそういうのをするんであれば、今日沖縄海で泳いできました。あそこでね、はい、めちゃくちゃ良かったです。ちょうど今満潮だから、は引いてたんですか？い、いや、ギリギリでした。ギリギリだった、はい、危ないからもう泳いでたらもう途中でだんだん満ちてきて、バッシャーンまあでもそれがまた他の場所にはないじゃないですか。そうですね。よかったですね。あ、ここあれか、なんか魚市場みたいなの書いてるとこで、この奥の扉から入ってもらえば、はい、そういう感じ。これ魚市場っていうのもやってるんですか？魚市場ここですね。で朝も今も漁に出てないからマグロはないんじゃないかな。あったらマグロが買えるんですか？そうですね、マグロとかサワラとかですね。はい、なるほど。トロッコはやってますね。ありがとうございます。はいはい、送迎システムめっちゃいいじゃないですか。これは活用したい。まさかここにまた居酒屋わからんわ、こんなん。これは看板もないし、全然トロッコ感もないしな。なんか資料館みたいな感じじゃん。昔こうトロッコがあったんや。あ、その後みたいなのがやっぱりあったんやな。あ、その炭鉱でリン取って船に乗せて。ああ、なるほどな。結構な規模っすね、これ。そうそう、こっから取ってトロッコを、すごいですね。それがもう今やってないと。社員風呂とか、すごい。ほんとトロッコや。うわー、なかなか過酷やな。これがまだ100年も経ってないわけやすからね、これやってて。僕関空でボテジュ食べてきましたけど、ポテチューあるじゃないですか。あ、じゃがいもが有名なのか、北大東だからじゃが麺とか。いや、
ぎ刺し食べたかったな。サワラの塩たたきとかうまそう。冷やしサバそうめんとか砂肝刺しとかもうまそうやな。なんかうまそうなのばっかあるな。ポテチュー飲んでみたいな。すごい作りもあるな。めっちゃいろいろあるやん。なんと残念ながらポテチューまだねないらしいんですよ。今から生産が始まって飲める。だから多分皆さんが動画見てここに来れば多分あるはずです。今からの時期らしいです。だから冬に楽しめるやつなのかな。ちょうど飲めないタイミングに来てしまいました。じゃあ普通にねシーカーサーサワー頼んじゃいました。浪人味の天ぷらです。メニュー上は近海魚の天ぷらってなってます。うまっ。中盛りきました。マグロ、タコ、こっちはサーモンですね。ヒラメ、サワラ。うまそう。サワラ。大東寿司うまいけど刺身もうまいねやっぱ。砂肝刺しが来ました。砂肝は別にここのじゃないみたいですけど。はい、これは北大東島で養殖されたアワビのアヒージョですね。アワビ。パン自体もこれ味がついてるんですね。3軒目探して歩いておりますが、ここもやってそうだぞ。バーソニー青2歳なんかどう評価していいか分からん感じの。いやなんか3軒目にと思ってなんか送迎があるんだったらここありかなって思うところを、スナックとかないんかなって思ってスナックを検索したらスナックブリーズっていうところがね見つかって、こちら電話したんすけど電話出ません。潰れてんのかな、開いてんのかな、たまたま今日休みなんかな、わかんないですけど、営業中って Google ではなってるんですけどね。無念です。そしてスナックライガーっていうところあるからね、プロレス好きの僕は電話しようと思ったら電話番号すらありません。どうしようもない。浜ユースのすぐ近くなんですけどね。あとはなんかヒデボーっていうところが空港近くにあるんですけど、ここも送迎してくれるのかな。ここもちょっと謎ですね。全く情報がない。送迎来てくれました。ありがてえ。お、猫が。こちらの猫がいっぱいいます。あ、猫いるんですね。宮はもう一回それしかないからね。そうそう。あ、そうですね。こっちはもうあちこち離れてあるから。だから送迎があるんですね。送迎ある。僕送迎あるって知らずに最初浜郵送まで歩いて行って、あ、そうですか。はい大阪とか行ったらどう感じるんですか？やっぱり、はい、大阪の方がいいですよ。大阪の方がいいですか？ここもいいじゃないですか。何でもあるから。何でもあるから。いや、男の人いっぱいいて、例えばお嫁さん相手とかを見つけるの大変じゃないですか？いや、3代そういないですよ。若いのがいないから若い女の子いないですよ。どうするんですか？どっか外に出て見つけるんですか？そうですよ。沖縄本島からみんな連れてきてますよ。高校だったら沖縄本島しかないですから。だから高校行って向こうで卒業して、ちょっと勤めして、そこで捕まえて。そうですね。子供できてからまた帰ってくるの。なるほどな。そうするしかないんか。送迎ありがたいですね。だから送迎がないと今
まあそうですよ、そりゃそうですよね。これを持って飲めないからね。はいはい。なんか西表島行った時も送迎がありました。ありがとうございます。さあやってまいりました、3軒目。お、ライブやってんのかな。うまいな、やっぱ島の人は。お手中ありました。なんなら6分も。いやいやいや。ゴブゴブって言いながらめっちゃ7割入ってるやん。来ました。ありがとうございます。3軒目ポテチュうん、うまい。おお、こんなお通しうまそう。どんな感じですか？いや、美味しいですね。どう説明したら普通に飲みやすいですね。小ロックでいけるよ。ちょっとビビってたけど、ロックでも飲めるな。ですよ、25度です。まあ25度ですごいですけどね。大東島ご飯美味しいですね。大東寿司も美味しいし。食べました？食べました。南湯でも食べたし、浜郵送のも食べました。ライガーってお店もプリンスもみんな閉めちゃった。ライガーもコロナで。で、ここは生き残ってるんですか？はい。一番古いお店なんですよ。あ、そうなんですか。37年やって。37年やってるんですか。それはすごい。小料理屋にして料理を出してて。それをめんどくさくれたからもう。酒どころに関して。酒どころってね、日本。どういうこと？どっちでもいける。あ、どっちでもいける。料理でもいけるし、スナックっぽい感じでもいける。料理は出さないですよね。料理出さない。あ、もうお通しだけなんですか、これ。ほとんど食べてくるんで。いや、だから僕いろんなとこ旅するから、昔から変わらんままで潰れちゃうとことかもあるんですよ。いや、鬼怒川温泉とかもそうじゃないですか。昔からの時代についていけずにその廃墟になっちゃってるみたいなところいっぱいあって、でも進化してるわけですよね、時代に合わせて。私だけじゃなくて他のお店が誰もいなくなって島の状態も飲む人がいなくなって、島の人が飲む楽しみがなくなったら何が楽しみなんですか？そうなんですよ。これ何でしたっけ？これ何のソーダ割りですか？菊の VIP のソーダ割り。菊の VIP。菊のつゆの VIP。菊のつゆどっかで飲んだな。多良間島？多良間島かな。これです。多良間島の動画を見て、いや美味しい。スナック菓子が食べたくなります。スナック菓子食べたい？はい。了解です。いただきます。メミでこれつけないよね。いや、これ好きなんで。違う、普通にちょっとおしゃれにピューって出して。もう一回ください。もう一杯いただきます。どうぞ。あと一杯いただきました。うまい。酒の作り方がうまい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。ありがとうございました。送迎してもらいます、また。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。今日はちょっと空が曇ってるのと、あと満月なんでね。満月は近いんで星見れないですけど、本来なら北大東島も星が綺麗なんで、ぜひそちらもお楽しみいただければと思います。悔しい。見たかった。あとちょっとした情報なんですけど、今日2軒目に行ったトロッコ以外の店は送迎やってるらしいんですよ。なので浜郵送泊まってからトロッコに送迎してもらったら、そこから帰れないんで、浜郵送に他のお店を絡めてうまく帰るという手を取ってもらったらと思います。
はい、おはようございます。今8時15分ですね。朝食ねありにしてるんで行きたいと思うんですけど、どこで朝食とか何時までとかそれ聞いてませんでした。そう注意しないといけないのが、ちょっとドライヤーとかもなさそうな感じだったんで、ここに来られる方は持参した方がいいと思いますね。テンション低いです。まあ朝なんでしょうがない。まあ天気はねちょっと雲が多いですけど、まあでも青空も見えてるんで、まあ昼にはまた晴れてくれないかなと思ってます。じゃあ朝食行きます。あ、朝食のことここに書いてました。受付ロビーにて弁当を用意しております。7時半から。今8時15分なんで、僕は開始遅れたってことかな。冷蔵庫に行くかな。ここにあった。これやな。これが朝食なんですね。結構しっかりしてるな。どこで食べてんの？ロビーで食べてんか。ありがとうございます。すいません。ドライヤーないとか、嘘つきました。ちゃんとあるみたいです。僕が見つけられてなかっただけでした。ないわけないやんね。疑ってすいませんでした。ダメですよ人間ね。本当疑ったらそんなことも教えてくれるんですね。都会で暮らしてるともうすぐねこう人を疑うじゃないですか。あいつもしかしてこうなんじゃないとか、これできてへんやんとかね。ダメです。信じましょう。信じる心大事です。この辺にあるって聞いたんですけど、ないな。誰かが部屋に持ち込んでるんかな。シャワーのとこにもあるって言ってたし、ないよな。動画してるだけ？あったこんなとこにあるやん。これはどうかして気づかなかったし、マジかよ。ここ水130円でこんなでかいの売ってるやん。僕自販機で150円でちっちゃい水買ったのに、ここで買えばよかった。はあ、ちゃんと見ないといけないですね。うまそう。なんかポーク卵おにぎりみたいな感じのね組み合わせになってますが、うまそう。ここで食べていいんですか？はい、どうぞ。いただきます。まあ人参しりしりか。あとね気をつけないといけないのが、多分 Wi-Fi ないんですよこの宿ね。なので、デジタルデトックスするにはねめっちゃいいと思うんですけど、ほんと気をつけてください。大きな仕事とかね、僕みたいな動画をアップしないといけないとかもう無理です。でなんか小さいねこうアンテナみたいなのを置いてて、ドコモとか au とかのアンテナは結構立つようになってるんですけど、ちょっとねこう別の部屋に入っちゃったりするともう1本とかになるんです。電波それだけ気をつけた方がいいですね。結構ね電波が1みたいな場所が多いので、でもデジタルデトックスしたいとかね、もう本当に他では見れない絶景見るだったらいい。はい、ちょっとね部屋を見せていただきます。ここはね文化財に指定されてる部屋なんで、障子部屋定員4名ね。いやなんかこう歴史ある部屋に泊まれるっていう意味では素晴らしいですね。もうこういったところもどんどんなくなっていったりしますんでね。もう島でやっぱり魅力はこのねなんか昭和というかもっと前ですよね。昭和、大正、明治、それぐらいのね雰囲気が味わえるっていうのは、貴重な体験だと思います。ここは大部屋になってるんですよ。すごいな。これだったら大人数でも泊まれますね。それでは改めて観光の方行きたいと思います。さあ上陸公園にやってまいりました。上陸公園って何なのかというと、玉城半左衛門らが南大東島の開拓に着手した明治33年から3年後、玉置商会は北大東島に社員山田妙吉ら若干名を派遣したと。この時上陸した地点がこの上陸公園のあたりであると、向こう側に南大東島も見えてますね。で山田らは現在の村役場になんて呼ぶんほんとこういう看板読み仮名打ってほしいな。これ読める人ねいますか？アマニアマニだ。アマニなんすか？煮込んでるんですか？開拓の一応なんか植えたんですね。で北大東島の開拓が本格的に始まったのは明治43年以降であり、林鉱採掘を主要産業としつつ製陶業も発展し、林鉱石の析出は西港で、砂糖の析出は上陸港で行われたと。なんかいろいろ書いてますけど、肝心な写真がもう見えません。記憶から消されようとしている。
これなんか意図的に削られた感じ、謎ですね。でもう一つ豆知識なんですけど、南大東島もそうなんですが、北大東島、南大東島っていうのはもともとね、なんかその国の持ち物というよりは会社の持ち物だったみたいなんですよね。なんか玉置商会、これちょっと読みがなんかわかんないですけど、東洋製陶、そして大日本製陶、現在の大日本明治製陶の前身が小島全体を所有すると、社有陶であったと。で、北大東島では製陶業も営んでいたものの、林工業が主になって農業を目的とした移住の他に、日本本土や沖縄県の他島、日本領だった台湾などから多数の鉱山労働者が出稼ぎにここに来てたんですね。ただ農業移住者とは異なり、閉山後は島を離れていったと。だから農業やってる人はここに残ったけど、鉱山やってた人は林工業が終わったらもうこの島を出て行ってしまったと。で、その林工業は1950年終了したんですね。太平洋戦争末期の沖縄戦で日本が敗れた後、アメリカ合衆国による沖縄統治で、その林鉱採掘は戦後も米軍の管理下で細々と行われたんですが、米国式の機械掘りなどとなったことから採掘量は増大したが品質が下がってしまったと。日本式の方が良かったっていうことですね、品質は。それで鉱山も尽きてしまって終了したということですね。おお、すごいこれ。おお、激しいな。でも美しいな。激しいけど美しい。色がこの辺も濡れてるっていうことは、この辺まで水上がってきてるんですね。おお、いやー、すごいな。水が美しい。こんなとこで泳ぐ人もおるんかな。すごいうねりが。俺はここに飛び込んだら終わりやな。いやー、自然はすごいな。いやー、なかなかここまでね、自然の力を感じられる場所もないんじゃないですか。いろんな離島行きましたけども、ここまで激しい自然のパワーを感じるところっていうのはあんまないですね。うわ濡れたお、なんか壊れてるこれ。ここは入れないですね。ちょっと壊れた跡がありますね。もう本当になんかちょっと朽ちていってますね。自然の力ってやっぱすごいな。北大東島開拓100周年記念碑、その記念碑もない、盗まれてる。いや、これも多分風かなんかで飛んでいったりしたんでしょうね。ないじゃないですか、記念碑が。復活させないと。めちゃくちゃ美しい漁港を発見したので行ってみたいと思います。はい、この北大東漁港というところにやってまいりました。ここはなんかすごい変わった感じの漁港になってますね。やっぱ波が結構高いから、そのでかい波から守るためにこんだけのこう囲いがしてるんでしょうね。すごいですね。あ、だから船もちゃんとこう止めておけてるんですね。これはすごい。漁港が作られた形跡が書いてありますね。2017年にできたんですかね。結構最近なんですね。東京ドーム 0.8 杯分の平成30年度全県賞受賞事業。なんか結構受賞したりとか、なんか認定されたりとか多いですね、この島は。いろいろありそうですね。すごっ。最後回してここをつなげてる感じですね。だからもともとあれなんですね、陸地あったとこか。陸地あったところをくり抜いて水が入ってきてるみたいな。すごい。いやー、美しいですね。綺麗に作られてるんで、これはちょっと世界的にもトップレベルの美しさを誇る漁港なんじゃないですか。船がもうすぐ帰ってきますね。あ、帰ってきました。
急に現れました。台風岩ですね。台風岩。平成21年10月6日、台風第18号の際に地面の岩が強烈な波風によって吹き飛ばされ、道路擁壁にぶつかって止まった。それ以来、台風岩の名前で親しまれ、景観ビューポイントになっていると。この岩が、これ風で飛んできたんすか。半端ないっすね。どんな風なんや。皆さんね、なんかその沖縄とか台風すごいっていうのは聞いてるけど、どれほどのもんじゃいみたいな感じで思ってる人いるんじゃないですか。こんな岩が飛ぶんですよ。これはやばいですね。それと戦ってきてるんですね。近くで見ると本当に削れてるんで。ここでほんまに止まったんか。飛んできてすごいっすね。こんなんどうやって飛んでくるんですか。すごいいろんな条件が重なり合ってこれが飛んだんですね。でも人間の作り出した擁壁が勝ったということですね。人類の勝利。沖縄の方々は、台風と戦って毎年台風と戦ってね生活を共にしているのでさすがですね。本当や。この辺とかも多分ぶつかって今日削れたんでしょうね。びくともしないですよ。押してもびくともしないのにこれはすごいわ。そしてこの飛んできた岩をね観光スポットにしようという、なんという人間。恐ろしいのは台風よりも人間かもしれません。そんなことも教えてくれるんですね。この北大東島の旅はすごいな。人間は本当に誇りに思いましょう。我々人間。さあなんとね北大東島に神社があるということでやってまいりました。かなり駐車場広々してて、トイレなんかもねすごい完備されてます。綺麗なトイレがありますね。そして綺麗に整備されてる感じですね。ちょっと行ってみたいと思います。こんな華やかな神社あんまり見ないっすよ。鳥居はなんかちょっとこう古めかしい感じで伝統的なというか。でこの神社もね神社なんですよね。なんか沖縄系だと宇滝がね割となんかこういうスポットであると思うんですけど、沖縄県には所属してるんですけども、この島っていうのは沖縄の文化っていうのは多分基本的にないんですよ。なぜかというと八丈島の方は開拓して、そこの文化をこう取り入れてるんで、お墓だったりとか、その辺も沖縄の式のものではなく、日本本土の様式なんですね。秋葉神社。これなんて呼ぶの？秋葉ですかね。秋葉？なんか相撲場みたいな感じ。これは何ですかね。相撲場ですね。多分潮があるし、なんか島ではやっぱこう相撲結構やる文化がありますよね。島出身のこう力士なんかもいますよね。なんかもうここすごいやっぱ風の通る感じも変わりますね。お賽銭箱だけがあります。でも本当になんかこう神社って風の通りが変わりますね。不思議ですよね。誰かが作り出してそうなったのか、最初からそうだったのか。なんか若干リゾート感のある神社ですね。でも美しいです。ただこの相撲場ね、なんか縁がないですよね。この青いところを噛み出したら負けみたいな感じなんですかね。特別ルールなんか、そのやるときだけ縄をこう設置するのか謎ですね。なんかこういうのがね設置されてるんで何かなって思ったら、なんか虫が捕らえられてるんですよ。トラップ番号って書いてるから、なんかその虫をこう捕まえてその研究するんですかね。自然環境事務所っていうところがやってるんで。北大東島にピラミッドがあるんですか。どんだけ幅広いねん。さあこれが大東ピラミッドっていうんですけど、思ったより規模がでかい。どうやってこれをから入るんや。すごいっすよ。なぜか車のシートが落ちてる。謎やな。ここ美しいっすね。これはね、美しい掘り込み漁港を作った時の残骸を使って作ったらしいですね。ピラミッドの上はこんな感じになってました。
まだまだどんどん工事したり、スクラップが置かれてますね。これからもどんどんこうピラミッドは大きくなってくるんでしょう。ただこう走ってる時の景色とかはなかなか見応えありますよね。その海が横にあって道も綺麗で、で左とか右にピラミッドが綺麗に並べられてますからね。それが見えるのはめっちゃいいんじゃないですかね。残岩処理場でしたが見応えはありましたね。それでは次に向かいます。はい、北港ありましたけど閉まってます。残念。1回ぐらい全部オープンでコンプリートした旅をしたい。無念です。閉まってるんかと思ったらやってました。人材交流センター。はい、それではミュージアム撮っていきたいと思います。うわ、めっちゃ綺麗に作られてる。おお、匂いもなんか新しい新築っぽい匂い。ああ、ちゃんと八丈島と北大東島の距離も出してるんですね。特別な場所にあるんですね。大東諸島は沖縄県の大小160の島々の中でも特別な場所にあります。沖縄県のほとんどの島々は琉球湖と呼ばれる南西諸島海溝の西側にある島々の連なりですが、大東諸島だけは海溝の東側にありますと。こういうことですね。こういう場所にあるのに大東だけはこっちにあるという感じなんですね。南大東と北大東の間は8キロしか離れてないんですけど、その間に1500メートル以上の深い谷があるということですね。ここが深さになってますね。南大東と北大東の間、深さこれぐらいです。こんな感じになってる。いきなり深くなる感じなんですね。国境を決める重要な役割を果たしている島でもあると。その排他的経済水域がもう削ると変わってしまうから削ってはダメみたいなの書いてましたね。毎年ね、西へ7メートル7センチずつ動いてると。だから南大東島でね、バリバリ岩ってあって、これはちょっとよくわからんな。これどういうことなの？これですね。ゴンドラに乗せて人を運ぶみたいなところね、クレーンを使って。南北大東島では客船から上陸するときに乗客がクレーンに吊られたカゴに乗って空に浮かぶ風景、いわば空飛ぶ上陸の風景が見られますと。大東島は隆起サンゴ礁を起源に持つ険しい岩で囲まれていて、波静かな天然の入り江がないため、大きな船は岸壁から少し離れて停泊するしかないと。このため上陸はクレーンを使う必要が生まれると。で、港もこう3つもあるっていうのも、風向きの変化によって変えると。これは大東島だけじゃなくて他の島でもそういったところがありますね。港付近にあるゲートはあれ台風の対策だったんですね。立ち入りを規制するためのゲート。フクロウもいるんですね。大東コノハズクっていう。コウモリ、これ君昨日見たな。これでしたね。このコウモリ昨日取れたかも。大東オオコウモリ、多分いましたよ昨日。これじゃなかったですかね。食べてはいけない魚ね、インガンダルマね、あるんですよね。台湾とかでもね、バラムツって言って食べれたりしますけど、おむつをしないといけないみたいなね。魚肉にワックスが多く食用すると無意識に下痢をしてしまう。縄切りは食べましたね。縄切りも結構油すごかったですね。で、マグロ、サワラ、大東寿司にね、マグロとサワラが使われてますね。フェリーの航海機にも書かれてたんですね。南北大東島を目にしてるのは目にしてるんですね。上陸はしなかったけど目にはしたと。最も古い記録はスペイン艦隊のデラトーレが大東諸島を発見して命名したと。大東島開拓の黒幕とかいろいろ書いてますね。玉置さんって言うんですね。玉置半右衛門って言うんですね。詳しくね、こうやって歴史年表も書いてますね。開拓前の時代からその玉置さんがね、玉置商会設立しての会社時代ですね、政党したりとか、そういった時代ですね。あと林鉱山の時代とかで、そして、戦争ですねがあってアメリカに管理された後の話ですね。この辺が全部
書いてあります。で北大東空港が開港したのが定期便がね1978年ということで僕の生まれた年ですね。僕と共に定期便は歩んでるんですね。開拓の意思を示すたびになんかちょっとさっき言ったところで読めなかった感じ、サトウキビなんですね。サトウキビ8株を植えたんですね。このねその林鉱山の事業も相当大きな事業をやったみたいですね。日本国内においてもかなり大きなものだったみたいですよ。なんと沖縄県で一番豊かなのが北大東村なんですね。そして2番目が与那国町で、その下が南大東ということで、僕が撮影に行ったところがかなり上位だったんですね。なんとなくね北大東島の方々なんかゆとりがあるように感じたんですよ。肌感覚ですけど、もしかしてその当たってたかもしれないです。15の春がある。15歳になると島に高校がないため島外の高校に進学し、15の春という現象が影響するという。そういうことか。働いてる人の1人当たりの所得じゃなくって人口で割るから、その若い稼いでない人の人口がその15の春で減る分所得が上がったように感じるみたいな、そういう部分もあるんか。だから一概に一番豊かだとは言えないっていうことですね。なるほど、騙されとったな。大東寿司は紅白の色が鮮やかな大東寿司、マグロとサワラですね。で八丈島の寿司が伝わったんですね。なるほど、醤油だれに漬け込んだものを握り寿司にしたものですと。昨日飲んだポテチュね、焼酎のポテチュも規格外のねじゃがいもが全体の 15% できるらしくて、それで作られたみたいですね。じゃがいもかぼちゃの生産が内地よりも早い時間に出荷できるっていうところが魅力なんですね。さあ昨日ね夜、飲みました浜湯荘また来まして、ここで今日はランチですね食べたいと思います。じゃが麺食べたいと思います。じゃが麺って一体どんな味やねん、気になるところです。はい、ランチメニューはこんな感じ。僕はソーキじゃが麺とコーラ飲みました。じゃが麺っていうのはね、そのじゃがいもで麺を作ってるらしいんですよ。すごいですね、初めて聞いた。じゃあいただきます。なんかコーヒーみたいな感じでちょっと洒落た感じで出てきました。こんなところとかもねちょっと洒落てますねいただきます。コーラですね。いや本土はねもう多分10度切ってる寒いから、こんな冷たいコーラね飲みたくないってなるかもしれないですけど、それぐらいあったかいんですよこっちは。なんで来ないのっていう話です。多分観光客がいないですね。今んとこ見てないですね。チャンスですよ、どこ行ってももう人多すぎてもう疲れたみたいな話をよく聞きますよ最近は。値段も高騰しててみたいな。空いてるとこあります。席空けております皆さんのさあ来ました。これがじゃが麺ですよ。じゃが本当に、そして紅生姜もついております。これがじゃがいもでできた麺なんですね。ちょっと信じられないですよ。これがじゃがいも、全く普通の麺に見えますけどね、これがじゃがいもなので、ソーキもかなりしっかりと、いただきます。初じゃが麺。コシがすごいある。なんかもうじゃがいもっていうイメージで結構なんかすぐ口の中で崩れちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、全然そんなことないです。めっちゃくちゃコシがある。逆にどうやって作ったんやろって感じですね。むしろ全然じゃがいもってわからないぐらいですよ。これ多分じゃがいもの麺ですって言わなかったら多分 95% の人は気づかないと思う。それぐらい麺としてちゃんと成立してる。だから栄養成分とかでも変わってくるんですかね。普通にうまい。このだしもうまいな。これ何の味やろ。このスープもなんか独特ですね。結構すごいうまみが。ソーキもいただきます。とろける。一瞬で溶ける。ソーキにとろけちゃいますね。それでソーキそばなのかな。絶対違うけど。ごちそうさまでした。じゃが麺をなんでねこう作ったかというと、結構じゃがいものやっぱ廃棄が多かったらしいですね。さっきのセンターでも 15% が廃棄することになると規格外のサイズになってね、それをなんとか活用しようということでこうじゃが麺されたりとか、ポテチューっていうね昨日飲んだ
焼酎が開発されたりとか、あとポテトチップスなんかもね作ってるらしくて、ここの売店なんかで買えるらしいです。いいっすよね、そういう活動は。本当は食べれるのになんか売り物にならないみたいな感じで捨てられるよりは活用した方がいい。素晴らしいと思います。さあ残り時間わずかですが、行けるとこ行っときたいと思います。東大に行きます。そう、北東大、南大東島にはない北大東島だけにある東大です。これ夜も光り輝いてましたね。ただこの中には入れません。北大東島東大、以上です。歩兵第36連隊第2大隊守備記念碑っていうのもありますね。そしてこの奥に戦時中に使われたのかなみたいな入り口ありますね。防空壕みたいな感じになってるんですかね。あ、めっちゃ不法投棄されてますけど。はい、改めてもう一度臨港山の跡をねやりたいと思います。昨日はちょっと流れるように見ただけだったんで、出稼ぎで結構来てたみたいなんですけど、その人たちはもうここにはいないので、彼らの生活の跡っていうのはもう公衆浴場跡とかしかもうないみたいですね。この辺りもそうなんかな。あれ、なんか昨日見たのと違うな。あっちか。なんか QR 読み込んだら見れるような感じになってるな。臨港山遺跡ってなってますね。この辺から眺められる景色もなかなか軍艦島とかその辺りを彷彿とさせるような廃墟感すらありますね。もう跡地で残ってるんですね。ここ行ってなかったな。階段式倉庫ですね。発電所とかもうどんどん崩れ落ちてますね。もう時間の問題でしょ、なくなってしまうのは。行ける時に行かないといけない。長崎の軍艦島もどんどん立ち入れる場所がね少なくなってますからね。あれも何でしょうかね。あれも完全廃墟ですね。この辺に臨港山の社員たちが入ってたお風呂があるとのことで、ここですね。社員風呂って書いてます。ここですね。あ、これすごい。こんなプールやん。風呂っていうかもうこれですね。すごいな。これがお風呂っすか。プールやん。しかも結構深いし。そっちですか。これ何なんですか。あ、貯水器か。さすがにここでは入ってないか。いや、わかんないです。そういう風にもうボイケーみたいな、全員入れみたいな感じにやったかもしれないです。あっちかもしれないですね。さあ、こっちの建物かもしれないな。じゃあ入ってみましょう。入っていいんかな、これ大丈夫。あ、ちっちゃいのがあるじゃないですか。そりゃそうですね。これぐらいですよね、お風呂は。あっちじゃなかったです。もうまとめて1000人入れみたいなね、なんかそういう感じのお風呂ではなかったです。あ、すごい。これも残ってる。でもこれも本当ちょっといつ崩れるかわからんからな。船がねこう2つあるので、おそらくこちら広い側が男性なのかな。男性の方がおそらく多かったと思われるので、女性もいらっしゃったんでしょうね。女性風呂があったんじゃないかなと思います。それかもしくは一般の社員さんと役員クラスの方が入るとこが分けられてたみたいなことかもしれません。 YouTube やってます、はい、ここでエアケイさんとお別れになります、エアケイさんの YouTube もぜひご覧ください。ありがとうございました。良い旅を。またどっかの旅、一緒に行きましょう。ご安全に。はい、ありがとうございます。というわけで私は去ります。 JA なんかもありますね。そして公園があります。あれはなんていう公園や。信号がありますね。多分唯一かな。あ、学校ですね。学校あります。いやー、北大東島もね奥深いというか密度の濃い島でしたね。僕は昨日ね夕方ぐらいに来て、今日もう2時45分の飛行機でまた南大東島に戻りますけども、実質丸1日もいないぐらいだったんですけど、もう見どころいっぱいあったし、夜のねお店も楽しかったし、グルメもねなんか結構特徴的なものがあったし、非常に満足度高い旅ができました。北大東島、南大東島合わせてですね、すごく特別な島なんだなっていうことを感じます。このねやっぱ特別な島へ、皆さんもね死ぬまでに一度は訪れてみてはいかがでしょうか。歴史もすごい勉強になりましたし、ここの島の生き方ってこうなんだなとか面白かったです。いや、また来たいですね。素晴らしい島でした。ぜひ皆さんも飛行機でもサクッと行けますから、北大東島行きましょう。いやー、天気がいいからね
このサトウキビ畑の横をねこう車走らせるだけでもめちゃくちゃ気持ちいいっすよ。本当にちょうど窓を開けてね風を入れれば本当に涼しくて、今12月1日です。12月1日なんでめちゃくちゃ本州は寒いんですけど涼しいっすね。気持ちいい、暑いぐらい。ここにも商店ありますね。金物大城商店で左側にあります。はい、空港が近づいてきました。空港も宿から約10分ぐらいですかね。もう本当に小さな島なんで車があればサクサクっと回れます。車がなければ送迎で宿まで送っていただいて、そこで徒歩圏内でいろいろと林工業の跡を見たりとか海をのんびり眺めてこう釣りをしたりみたいな、そういう過ごし方もいいんじゃないかと思いますし、何よりね夜飲み歩きするのに今のところトロッコっていうお店以外は送迎をやってるとのことなんで、離れてても電話1本で飲みに行けますんでありがたいですね。見たことを活用して最大限この北大東島の魅力満喫してもらえればなと思います。いやー、終わってみれば本当に充実した旅でした。また行きたいなともうすでに思ってます。さあ北大東空港に戻ってまいりました。浜郵送の送迎バスみたいなの来てますね。貸し切り。これで帰ります。上に喫茶ルームとかお土産販売コーナーあるんでちょっと行ってみたいと思います。大東ラグーンっていう空港カフェがありますね。ここでちょっとゆっくりしてみましょうか。月桃茶飲んでみたいな。確かに月桃茶いただいていいですか。ここで飲みたいと思います。月桃茶とポテトチップスご協力いただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。月桃茶うまそう。じゃあ月桃茶いただきます。薬草感ある。もう自分の体の中にあるね悪いものが全部抜けるような。昨日もちょっと暴飲暴食しちゃいましたからね。これでプラマイゼロです。高級ポテトチップスですよ。めっちゃ分厚い。飲んでたら飛行機着陸してしまった。うまいこのポテトチップス。こちらの島の方って YouTube とか見られるんですか？あ、結構見るんですか？なんかネット環境とかがあんまり良くないから。4G ですから。見れなくもない。ご自宅で Wi-Fi とかはつなげてるとこもあるんですか？もうスマホで見るみたいな。はいはい。スマホのテレビ。はいはいはい。ああ、そうか。飛ばしてテレビで見るみたいな。ただ 4G なので速度はめちゃめちゃ遅い。ああ。はい、ありがとうございます。ありがとう。一瞬でした。めちゃくちゃ楽しかった。こちらで帰ります。超ロングフライトです。はい、この日本最短のねフライトを8倍速でノーカットでお届けいたします。ゆっくりご覧くださいませ。一瞬やけどな。旅でしたね。いやー、南大東空港戻ってまいりました。いやー、今日も快晴ですね。晴れ男の力とくと見せつけております。ずっと曇ってたらしいですけどね、僕が来た時はずっと晴れてます。ありがとうございます。この後は南大東島の旅が続きます。南大東島の動画、別動画をご覧くださいませ。こちらも最高ですよ。いかがでしたでしょうか。数ある島に旅しているものの、ここまで秘境感があり、歴史的にもグルメとしても魅力を持った島とは本当に驚きました。絶海の孤島とはいえ
今では飛行機を使えばサクッと行ける島なので、大人の穴場旅行として強くおすすめです。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような離島の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価コメントをお願いいたします。メンバーシップで応援いただける方を募集しております。非公開動画やこの動画の裏話など限定動画もアップさせていただきます。お待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのに気流リュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。気リュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。